ちは、リュウジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する動画は、こちらの 2way のショルダーになります。こちらはね、コットンフレンド秋号に実際に掲載になる作品を今回撮影で採用しました。私のね、大本命であるこのね、大好きなローズ柄が生地になりました。で、一番ね、気に入ってるこのグリーンの生地で今回撮影させていただきました。で、実はですね、今回もスワニ様とのコラボ布第2弾ということで5色展開があります。で、その中でも一番ね、気に入っているグリーンを今回撮影に使用したんですけれども、しっかりとしたこの綿麻のね、肉厚な感じと、あと合わせたのも同じね、スワニーさんで販売されている綿麻キャンバスなんですよ。これのね、相性がいいので布合わせの参考になればいいなと思って、今回はスワニーさんで売ってる生地で作ってみました。こんな感じで背面はね、こういう仕切りポケットをつけています。今回このブレードを使ったんですけれども、実際にこうミシン目で仕切っていくこともできます。結構ね、映える生地になりますので、よかったらご検討いただけると嬉しいです。で、今回のポイントとしては持ち手をね、非常に短くしたのでちょっと縫いづらさあると思います。で、2way にするのに長めにも作ってみたんですけれども、長めに作るとね、ここねちょっとダラーンってなっちゃうんですね。なのであえてね、これはね、本体と一体化するような感じのイメージで作ってますので、もしね、作りにくいとか使いにくそうだなと思ったら長めにされてもいいと思います。私も一回長めでは作ったんですけれども、あえてこのような感じにしています。持つとね、こうやって伸びていきますからね、仕上がった時のデザインを考えてこのようにさせていただきました。あとショルダーの方はご自身の身長に合わせて長さの方は調整してみてください。今回は100センチちょっとぐらいで仕上がるようにしています。私は身長160センチなんですけれども、ちょうどいい感じの仕上がりになっていると思います。で、あと内側はどういう風になっているかというと、内ポケットをつけてみました。ちょっと今回ね、変わった縫い方の方を紹介していますので参考にしてみてください。あとは内側のところですね、こういう感じの畳まちを内布に採用しています。で、表側は蛇腹で底になるような感じの仕上げ方になっています。この三角まちは脇に使うこともあるんですけれども、エコバッグなどでは意外とね、この底に使うことも多いので、今回はこちらのトートバッグの作り方を紹介させていただきました。で、今回ですね、パーツも多く工程も長いので、結構長尺な動画になるかと思います。なので途中でね、一旦切り上げてまた別の日にっていう風な感じで区切りながら作られるといいかなと思います。それではね、結構今回はね、久しぶりの対策になりますけれども、よかったら楽しみながら作っていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。今回はパーツの量が非常に多いので、こちらの画像の方をご確認いただきながらレシピの方のご準備をお願いします。現在今この撮影するものが実際に掲載されるものになっていきます。今回こちらのグリーンの生地ですね、こちらはスワニ様とのコラボ布になっていて5色展開になっています。その5色の中のグリーンを今回撮影させていただきます。それから合わせているのは同じくスワニ様で購入したグレーの綿麻キャンバス生地になります。どちらもね、肉厚のバッグに仕立てやすい生地になってますので、今回こちらを採用しました。合わせた内袋の方ですね、内布はダンガリーのストライプ生地を使用しております。こちらはね、近所の手芸店で購入しております。多分スワニ様でも同じような感じのものを扱ってるかと思います。表面ね、無地使いますので、こういったストライプの方を使用されると布合わせにメリハリがつきますのでおすすめです。あとアクセントに使用しますのは脇の革タブと持ち手に使用するタブ、そして本体の表に使うこのイニシャルアンティークタグを使用します。こちらはね、お好みでご準備ください。それではまず最初に持ち手から作っていきます。こちらは本体につく持ち手ですね。で、こちらはショルダーになっていきます。折り方がそれぞれ異なりますので、一つずつ紹介していきたいと思います。それからですね、こちらの方は端から端まで裁断した状態になっています。実際制作するときは105センチで
ちょうどいい感じに仕上がっていきますので、参考にしていただけたらと思います。なので皆様身長に合わせて最後の仕上げをしていただけたらと思います。まずは1本ずつ作っていきます。まずこちらの持ち手は2本分を1本にしているものです。結構今回ね、短い持ち手にしていますので、長さの方短くなってますけれども1本分になります。まず2つ折りにしていきます。そしたら開いて、この折り目がついているところに両端を突き合わせにしていきます。反対側も同じようにして折りましょう。そうしたらパタンと最後2つ折りにすると4つ折りが完成します。続いてショルダーのアイロンをかけていきます。長いショルダーをアイロンかけていくときにアイロン定規使っていきます。こちらあると便利です。まずですね、幅4センチのところで折り目をつけていきましょう。そしたら今度反対側を折っていきます。今度は1センチを折っていきます。そうしたらこのまま今度はこっち側にパタンと倒していきます。そうするとちょうどここで折り返すんですけれども、折り返した時にだいたいこのぐらい5ミリぐらい余るような感じになっていきますので、あとは目分量でこの端のところで折るような感じです。そうするとね、ちょうど5ミリぐらいになっていきますよ。はい、じゃあ折ったところのこう広げてみるとこんな感じになります。1回目は4センチで折って1センチで折って、その後ここの部分ですね、ここでちょうどこう端になるようにしてパタンと倒すとだいたい残りが5ミリぐらいになるかと思います。こんな感じで折っていきましょう。そしたら待ち針やクリップなどで留めてください。今回はね、厚みがあるので私はクリップの方を使用しました。ピスネームなどこうタブをつけるときは端から6センチのところに挟み込んで縫っていきましょう。細い持ち手の方は両際を縫っていきます。そしたら返し縫いから縫っていきます。この一度に縫っていきます。では縫い終えたところになります。切ります。で2分割をしておきます。本体にアクセントをつけます。こちらのグレーの生地にこちらのタグをつけていきます。こちらが底側になります。そこから13センチのところに印をつけましょう。そうしたらこの13センチの印の下にこのタグの上が来るようにして留めます。ここの部分を仮留めしていきます。そしたら反対側は5ミリほど折り込んでこの際を縫います。そのまま緑の糸を使ってアクセントにしています。そうしたら本体の柄方向ですね、生地の柄方向を確認したら中表にして重ねましょう。そしてですね、こちら今回縫ってみてですね、このね目朝キャンバスちょっと伸びる性質がありましたので、縫う面はこちらの目朝キャンバスの方を上にして縫っていきたいと思います。そしたらまず両端間という風にして待ち針で留めていきましょう。そしたら端から端まで1センチを縫います。そしたら縫い代をこのグリーンの生地の側に肩倒しにしてアイロンで縫い代を倒していきます。これはね表からやるといいですよ。
そしたらこの際を縫います。はい、縫い終えたところになります。それでは外ポケットを作ります。上から5センチのところに合い印を入れます。このまま2つ折りにしましょう。そしたら上から5センチのところに印を5ミリほどつけます。印をつけたところを5ミリの深さで切り込みを入れます。そしたらこの状態からアイロンをかけていきます。今つけた5ミリの切り込みで2つ折りにしていきましょう。そしたら一度開いて折り目がついているところに布端を合わせます。で合わせたらさらに2つ折りにしていきます。もう一回2つ折りにして、そしたらこの際を縫います。はい、では縫い終えたところになります。それでは、背面の方に外ポケットをつけていきます。まずこちらに合い印をつけていきましょう。中表に2つ折りにして上の端を揃えたら8センチのところに印をつけます。そしたら5ミリの切り込みを入れましょう。そしたらこの合い印にポケットの口が来るようにして留めていきます。この部分がぴったり揃うようにして留めましょう。そしたら周囲を端から5ミリで縫います。縫い目の長さ4ミリに変えていただいて大丈夫です。そうしたらポケットの底を作ります。端から 5.5 センチのところに線を引いていきます。この線は線の上を縫っていきますので、自然に消えるペンなどを使ってください。ここは何の線かというと、ポケットを作っていくんですけれども、この時にね下までいかないようにここで留めておくための縫い線になります。そうしたら先ほど粗ミシンをかけてますので、縫い目の長さ元に戻しましょう。はい、ではこのような感じで縫い終えたところになります。それで材料のところで説明し忘れちゃったんですけれども、こちらのブレードを仕切りに使っていきます。こちら32センチになります。ない方はそのまま縫って仕切りでも大丈夫ですし、あとは細長いテープとかを代用してください。でこの仕切りのサイズなんですけれども、布の端から20センチのところに線を引いていきます。これも自然に消えるペンで線を引いてください。線を引いたそのまま上を縫う場合は待ち針などでこのような感じで固定して間を縫うようにしてください。ブレードを使う場合はこの線の横のところにブレードを合わせていきます。そしてブレードの端のところはこのまま折り込むような感じにして1センチほど飛び出るようにしておきます。これはねアクセントなのでお好みで調整してください。ここはね縫いながらちょっとずれてくると思うので手直ししながら縫っていきます。ちょっと細いところを縫っていきます。真ん中を狙っていきます。ゆっくり縫っていきましょう。ここからこの縫い目のところまで返し縫いしていきます。はい、こちらで仕切りポケットが完成になります。ちょうどこの上のところぴったり揃うようにして革タブをつけます。これはね背面になりますので文字が見える状態、もしね文字がある場合は文字が見える状態で合わせてみてください。そしたら端から5ミリのところを縫います。革の上を縫うときはテフロン押さえなどに変えるとスムーズに縫えるようになります。
それでは革タブがついて仕切りが縫い付いて、このねポケットの底ができたところです。そうしたら最初に作ったこちらの表側の方を中表にして重ねましょう。待ち針で両脇を留めます。そうしたら両端を1センチで縫っていくんですけれども、この入れ口側から1センチ縫いますので、反対側は面を変えて上から縫うようにしましょう。反対側は面を変えて同じようにポケットじゃない、上の方から縫っていきます。この革タブの部分も返し縫いしましょう。はい、ではね、両脇1センチで縫い終えたところです。今度はそこに合い印をつけて蛇腹に畳みながら縫っていく作業をしていきます。この底に合い印は布の端っこから 6.5 センチずつに印をつけていきましょう。印をつけたら5ミリの深さで切り込みを入れましょう。上下間違えないように気をつけてくださいね。一度布をこう広げます。広げたらこの脇になっているところが真ん中に来るようにして、今合い印をつけたところをまずつまんで、この脇のところをグッと中に入れます。入れたら反対側の合い印のところとピタッと揃えましょう。こんな感じの重ね方になります。ローマ字の M になりますね。反対側も同じようにします。合い印をつけたところをつまんで、反対側もつまんで、つまんだらつまんだ同士をぴったり重ねていきます。はい、こんな感じになるかと思います。そしたら端から1センチを縫いましょう。でこの重なり部分かなり厚みが出ますけれども、ここもしっかり返し縫いをしておきます。はい、縫い終えたところです。結構重なり厚くなりますけれども、柔らかい生地なのでスーッとね針は通っていくかなと思います。そうしたら今度ここのねカーブのところを作っていきます。この状態からパーッとこう開いて、この脇のところをクリップで留めましょう。ぴったり揃えます。揃えたら両脇こう輪になってると思います。ここが本体の中央になりますので、ここにね斜めに切り込みを入れて合い印をつけていきます。横2ミリ、縦3ミリで斜めに合い印を入れましょう。合い印同士をねぴったり揃えてみてください。でもう一回クリップで留めましょう。ここのねカーブのところを描いていきます。カーブを描くのにはこちらのねくびれ定規使っていきます。グラニーバッグで使用したここのカーブの口なんですけれども、今回こちらのトートバッグにも使っていきます。そしたら2枚同時にカットしていきます。はい、じゃあこんな感じでカットができたところで、またねここにも中央の合い印を入れておきます。先ほどと同じようにこちらの脇のところで合わせます。でクリップで留めたら、ここの両脇輪になってますので、横2ミリ縦3ミリで斜めに切り込みを入れて V を作っておきましょう。はい、そしたら表にしていきます。どんな風に、ね、なってるか楽しみですね。で今回ね生地がちょっと、裁断足らなかったので布耳を入れたんですけれども、サイズに合わせて布耳を入れたらこのような感じにで白いラインが入ったような仕上がりになりました。皆さんはね布耳は加えないようにできるだけねこのグリーンの生地で仕上げるようにしてくださいね。今回はねちょっと、訳があってこのような感じに仕上がっております。ご了承ください。はい、そしたらこんな風に表ねすると、そこがどういう風になってるかっていうと蛇腹になってます。こんな感じです。はい、こちらで表袋の完成です。
で今回ね長尺になりますので、この後内袋を作っていきます。もしね休憩される方は一回この動画は今回ここで終了にして、続きの内袋の方からまた再開してみてください。ひとまずはお疲れ様でした。それでは内ポケットを作っていきます。まず綺麗な面を中表にして重ねましょう。周囲を留めていきます。そしたらこの輪になったところの端から 1.5 センチに印をつけていきます。このカード定規もミラクルハンドメイド定規のカード定規なんですけれども、非常にね使いやすいので、ぜひ皆様本屋さんで見つけてみてください。1.5 って書いてあるところが 1.5 センチになりますので、はい、で5ミリの線を引いたら5ミリの深さで切り込みを入れておきます。反対側も同じです。そしたら表袋と同じようにこの印のところをつまみます。つまんでつまんで、ローマ字の W ができたところで待ち針で留めましょう。そうするとね上はこういう感じになりますけどね、このままで大丈夫です。そしたら返し口を作ります。返し口は5センチほど残しましょう。ここは縫わないというふうに×を書いておくといいですよ。そしたら周囲を縫います。返し口だけ縫い残すようにしてください。まず針を刺して待ち針を抜きます。で押さえを下げて返し縫いからスタートします。このね蛇腹の部分重なりありますので、返し縫いしっかり入れておきましょう。はい、縫い終えたところになります。そしたら表に返していきます。角は表に返す前に内側から出して表に返していきます。で入れたら目打ちでねちょんちょんとねこう先っぽ出しておきます。これを4箇所全部やっておきます。そうすると仕上げとっても楽になりますよ。表にしてさっきの畳んだところがどうなってるかというと、こういうふうに浮いてます。これをこれからパタンと合わせて際を縫っていきます。それから材料紹介でこれもね加えるの忘れちゃったんですけど、ここに挟んで、もしお好みでねつけたい場合はレースとかこういうふうに挟んで際を縫っていくといいですよ。そうしたら内ポケットをつけていく前に本体のこちらの方に合い印を入れていきます。端と端を合わせて輪になったところですね。これは表袋と同じやり方です。輪になったところに V の合い印を入れていきましょう。反対側にも同じように合い印をつけます。そうしたらポケットをつける面に定規を当てて、今つけたこの中央の合い印とこの太い線を合わせます。上から8センチのところに線を引いておきましょう。線を引く長さはポケットと同じぐらいの長さにしておきます。これでポケットが高さがね均一になります。ここが真ん中になります。そしたらこちらのポケットは2つ折りにして折り目をつけたところで印をつけておきます。そしたら周囲を待ち針で留めていきます。こうやって横に線を引くことでポケットがね斜めになったりしないので、こういう風にやるのおすすめです。ただね自然に消えるペンじゃないと後からね線が目立っちゃうので気をつけてください。はい、そしたらポケットの周囲を縫っていきます。まず際から縫い始めて端までいったら2目ほど横にずれて、もう一度同じようにして縫って縫い止まるという方法で縫っていきます。
はい、じゃあ縫い始めのところまで、縫い始めじゃないですね、反対側の上まで来たら左右上げて2目横にずれます。はい、そうしたらまた最初の位置に戻っていきます。その時縫い目とこの押さえの端が合うようにして縫っていくといいですよ。だいたいね5ミリほど開けて縫います。はい、では縫い始めの糸を切ります。2目横にずれましょう。で最初の縫い目にこの、ちょうどねこの重なりがなくなるところまで縫っていきます。今ね縫い終えたところになります。いかがだったでしょうか。ちょっとねグレー、これね本番用なのでちょっと見えにくくなっちゃって申し訳ないんですけれども、よかったらねルームパンツの方でも、縫い方の紹介してますので、そちらも参考にしてみてください。そしたらこのまま中表にしてパタンと重ねましょう。重ねたら両脇を待ち針で留めていきます。そしたらそこにまちを作りますので、合い印を入れていきます。この輪になったところから 5.5 センチのところに合い印を入れましょう。そしたら5ミリの深さで切り込みを入れます。切り込みを入れたら一回待ち針を外して、この切り込みのところからそのまま2つ折りにパタンと倒しましょう。そしたら両端を1センチで縫っていくんですけれども、返し口を残します。こちら側に8センチ9センチほど縫い残します。表袋と同じように上から下に向かって縫っていきます。反対面も面を変えて縫っていきましょう。そしたら表袋と同じようにこちらの定規を使ってカーブを描きカットしていきます。はい、これで内袋の完成です。そしたらこれは裏のままなんですけれども、ここのまちだけ広げておきます。広げるとこんな風に三角のまちが出てきます。内側はこんな感じで平らになってます。そしたら本体に持ち手をつけていきます。まずこの持ち手ですね、とっても短いんですけれども、これをちょうどこのね縫い合わせのところを外側にして、こんな風にして斜めに留めます。そしたら反対側はこうねじらないようにしながら同じようにして、ここの部分ですね、このちょうどここのね斜めになったところにピタッと揃えましょう。はい、そうするとこんな感じでちょっと突っ張ったような感じになりますけれども、反対側も同じようにして留めておきます。そしたら端から5ミリのところを仮止めしましょう。仮止めなんですけれども、しっかりと返し縫いをしておきます。はい、ではこんな風に仮止めが終わったところです。今度は長めのショルダーの方を縫っていきます。ショルダーを、2つ折りにして中央のところに印を入れましょう。これね表も裏もつけておくといいですよ。反対側も同じにします。このね縫い代、本体の方の縫い代はポケットがついてるとこう表の方にこう自然に倒れてくるんですね。で倒れてきた方に表側の方に合わせて、ちょうどね際を縫った部分、こちらが本体の後ろ側になるようにして重ねましょう。そして上をね 1.5 センチほど開けておきます。そしたらここを仮止めします。反対側も同じようにして紐をねじらないようにして留めます。こちらの際を縫ってるところが本体の後ろ側になるようにして、縫い代は表の方に倒しておきます。裏にするとこんな風になってます。本体を作っていきます。
内袋のポケットがある面とこの外袋のポケットがある面が同じになるようにして、この表の外袋を内側に入れます。表のまま入れましょう。内袋は裏のままです。そしたら合い印と脇を合わせていきます。この脇のところなんですけれども、反対側をこの交互になるようにして、段差をねちょっと指で探りながら交互になるようにして倒します。そしたら周囲を待ち針で留めていきましょう。そしたら周囲をぐるっと1センチで縫っていきます。このね持ち手の部分結構狭くなりますけれども、縫いにくくなりますけれども、縫い込まないようにしてゆっくり縫っていきましょう。縫う時は表袋が内側になってると思うんですけれども、大抵ね内布の方がちょっと柔らかかったりするんですよ。なので表袋を上にして縫っていくと縫いずれが防げます。それでは脇から縫い始めます。一周ぐるっと縫い終えたら、ここで縫い目を重ねて終わりにしましょう。持ち手のところはですね斜めに入れてますので、内側からねちょっと斜めにもう一回持ち手を内側にしっかり入れましょう。ちょっと縫いにくくなります。あともう少しですからね、頑張りましょう。ちょうどこうやって斜めにすると持ち手のね角のところに当たるんですよ。そこまでまずまっすぐ縫っていきます。はい、このまままっすぐ縫っちゃいましょう。そしたら返し縫いして持ち手が終わるところまで戻します。はい、そしたら布を回転させて緩やかなカーブを縫っていきます。この時に持ち手縫い込まないように気をつけてください。返し縫いします。そしたら返し縫いして1センチの幅になるところまで、ちょうどね持ち手が終わるところまで戻ります。はい、持ち手が終わるところまで戻ったら布を回転させてカーブを縫っていきます。持ち手縫い込まないように気をつけてください。そしてここからね緩やかなカーブなんですけれども、布はまっすぐにして縫っていきます。持ち手のところはしっかり返し縫い入れておきましょう。縫い終えたところです。いかがだったでしょうか。ちょっとねここね狭いですからねやりにくいと思うんですけれども、持ち手ねしっかり留めるために今回の縫い方紹介させていただきました。細かく説明すると、脇から縫って端まで一回ね縫い切っちゃいます。で縫ったら一回戻って、ちょうどここに持ち手がありますので、持ち手のねちょうど終わるところまで返し縫いをして、でここからこう生地を回転させてこっちに行くというような感じですね。でここはね緩やかなカーブにはなってるんですけれども、布はまっすぐにして縫っていきます。少しだけ切り込みを入れていきます。ちょうどね持ち手のところ終わるところからだいたい7ミリ間隔で7ミリほどの深さで切り込みを入れましょう。これはねあんまり深く入れなくても大丈夫ですよ。はい、そうしたら返し口から表にしていきましょう。はい、じゃあ表にしたところで持ち手のところですね、こうやってちょっと引っ張るとこうね角きれいに出てくると思います。そしたら、内袋の中に入れる前にこの縫い代をこういうコロコロオープナーなどで倒しておきましょう。ここはねアイロンでやるよりは手元でできる方がいいですよ。こういう感じでしっかりね縫い目と縫い目の境目を倒しておきます。はい、そしたら内袋を中に入れます。あとは周囲を待ち針で留めていきます。ここで際を縫っていきます。縫い始めはかばたぶのある脇からぐるっと一周縫って、ここで縫い目を重ねて終わりになります。でここのところ微妙に角がありますので、ゆっくり縫っていきましょう。で布をちょっと回転させて
そうしたら縫い始めの位置に来たところで最初の糸を切ります。縫い目をここまで重ねて縦に縫い留めるような感じにしてみようと思います。ここで一回布を回転させて、こんな感じでちょっとねワンポイント的な縫い止まりの方法を紹介しました。それでは最後にこのね返し口の際を縫って仕上げていきます。ここはね手縫いで仕上げてもいいですけれども、ミシンで仕上げてもどちらでも大丈夫です。こんな感じで際を縫い終えたところです。そしたら本体に入れて、グリーンがねとっても綺麗なバッグになりました。底はねこういう風に三角マチになってますよ。で今回ねちょっと裁断の関係でどうしてもねこの布耳の白い線が残ってしまいましたけれども、皆様はね耳のこの白いところ残さないようにカットしてくださいね。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今回ね私もねちょっとねこれまでに4点作ってきたんですけれども、なぜかこの撮影の時だけ間違いがたくさんあったので皆様にもちょっと共有したくて、気をつけポイントですね。このね持ち手ショルダーですね、ショルダーを作る時に最初にこの脇タブを縫っておかないと、ここにこの向きがありますので最初にタブを縫い付けるようにしてください。ちょっと最初ねタブをね最初に縫わずに最後の方で合わせていたので、ちょっとこれが、紛らわしくなっちゃいました。しょった時にこの何も縫い合わせがない方が首に当たる側にすると綺麗に仕立てていけると思いますので、例えば右肩にかけるとか左肩にかけるとかあると思うので、それに合わせてこのねペースネームを挟み込む位置とか考えてみてください。基本はこういう風に作っていけば、問題ないかなとは思うんですけれども、こちらがね表になりますので、今回はこちら後ろ側もこんな風に仕立ててみましたので、どちらがね表になってもいいかなと思います。私のね大本命であるこのね大好きなシックなローズ柄が生地になりました。で一番ね気に入ってるこのグリーンの生地で今回撮影させていただきました。よかったら今回の動画も参考に皆様の手作りを楽しんでいただける時間になれば嬉しいなと思います。こちらの生地の方もですね販売がスタートしているかと思います。今日ね撮影しているのは5月の15日になるんですけれども、あと4ヶ月後ぐらいには生地のね販売がスタートしますので、私も楽しみです。この動画良かったよ、参考になったよって方はグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。それからチャンネル登録もよろしくお願いします。あとサブチャンネルでは旅動画の方を公開しております。ちょうどねヨーロッパ編が完結したところです。この後はねもうヨーロッパ編完結しちゃったので、旅の準備編とか紹介していきたいと思いますので、ぜひサブチャンネルのネイジの小部屋の方もチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ぜひ作ってみてね。秋のお出かけにぴったりなグリーンの生地ですよ。